にちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちらのツイード風のミニバッグの編み方をご紹介したいと思います。こちらはですね、5色の糸を使って編みました。こんな感じで、ラベンダー、グリーン、ピンク、ミント、レッドという5色の使ったなんとも贅沢なバッグになります。で、こちらなんですけど、5色の糸を使い、さらにこの縁は赤。で、このフリルのスカラップの部分はミントグリーンという感じで仕上げてみました。いかがでしょうか？すごい可愛くできたんじゃないかなと思ってます。で、こちらですね、コットンの糸を使って結構ギュッと密に編んでるので、へたりにくくって形も出やすいというか、くたっとしにくいので、なんかこういう感じで、ちょっとミニバッグ的な感じで持ってあげてもすごく可愛い。片方のハンドルに片方のハンドルをかけるみたいな感じで持ってあげてもすごい可愛いなと思っております。いろんなね、持ち方、試してみていただけたら嬉しいです。コーディネートなんですけど、なんか結構赤が結構ポイントだなと思ったので、こんな感じで、今季私すごい赤がお気に入りで赤い服いっぱい着てるんですけど、赤系の赤い T シャツにちょっとブラウンの花柄のちょっとガーリーな雰囲気に仕上げてみました。大人ガーリー。なので、この赤のポイントと合わせつつ、このミントを差し色にしていかがでしょうか。なんかね、結構色がたくさん入ってるので、この中の色を拾ってコーディネート組んだりとかするとすごく合わせやすいんじゃないかなと思います。あと夏だったらね、無地のワンピースとかにでも結構万能に合ってくれると思うので、ぜひぜひコーディネート楽しんでみてください。それではですね、こちらのキット、先ほど5色の糸を使ったとお伝えしたんですが、こちらベリシモさんから発売されるキットとなります。なので5色を使っても必要分だけキットに入っているので、無駄がなく制作していただけると思います。ぜひぜひチェックしてみてください。で、こちらキットに編み図、作り方の説明も含まれてますので、そちらと今回の動画、照らし合わせながら見ていただけるとより分かりやすいのではないかと思います。ぜひぜひ見てみてください。それではキットも発売しておりますので、そちらの詳細も概要欄に記載します。ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。それでは、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。A のカラーがラベンダー、B のカラーがカーキ、C のカラーがピンク、D がミント、E がレッドという風になっております。この5色を規則正しく1、2、3、4、5、そしてまた1、2、3、4、5と順番に、編んでいきます。使用するかぎ針は5号針使用していきます。それでは作り目から編んでいきます。作り目は鎖編みで60目です。ここから編んでいきます。針に糸をかけて輪に通して、これで作り目の1目目、2目目、3目目、4目目、5目目という風に60目編んでいきます。はい、鎖編み60目編み終わりました。それでは1段目から編んでいきます。1段目、立ち上がり鎖1目を編んで鎖2目を編みます。そして次長編みを2目、作り目を割って鎖1目と裏山を拾って長編みを2目編みます。でまた鎖2目、長編み2目、鎖2目、長編み2目と繰り返していきます。そしてこの長編みを作り目の1目目まで編んだら、この長編みを編み入れた目1本ずつ残っていると思います。その1本を拾って今度こちら側を編んでいきます。長編み、鎖2目、長編み2目、鎖2目、長編み2目、鎖2目という風に、この最後作り目の60目目まで編んだら、立ち上がり鎖3目の3目目に引き抜き編みをして1段目を閉じていきます。はい、それでは1段目編んでいきます。作り目の60目目に後々分かりやすいようにマーカーで印をつけておきます。そして立ち上がり鎖3目を編みます。3目目にも印をつけておきます。こんな感じ。そうしたらまず鎖編み2目を編む。そして作り目の60、59、58、57目目ですね。に長編みを
編みます。ここで2目続けて編みます。そして鎖2目。作り目を今度2目飛ばして、その次の目、上側の鎖1本とこのように裏山を拾って編んでいます。この鎖2目と長編み2目を繰り返して編んでいきます。はい、1段目、作り目1目まで編みました。そうしたら今度ここに編んでいきます。長編みをこちら側に1目編みます。そして鎖2目を編む。で、この余ってる1本、これです。これを拾って長編みを2目。鎖2目。長編み2目、鎖2目と編んでいきます。はい、1段目、こんな風に編み終わりました。そしたら、この段、今作り目のこの60目めまで編めています。それでは立ち上がり鎖3目の3目めに針を入れて閉じます。で、この閉じるときに次の段の糸、次の段はこちらのカーキの色に変わるので、引き抜くときに次の段の糸で引き抜いてその段を終わらせます。こんな風になります。はい、それでは2段目編んでいきます。立ち上がり鎖1目を編んだら、前段の立ち上がり鎖3目の3目めに細編み。で、この2目を編みくるむようにして、ここ作り目の59段目に長編みを割って編みます。で、次の長編みも作り目の58目めを割って編む。で、鎖2目を編んで、またここ前段の鎖2目を編みくるむようにして長編みを編んでいきます。で、ここまで編んだら鎖2目を編んで、今度反対側からここの余ってる1本ずつを拾って長編みを編んでいきます。という風にしてぐるーっと編んできて、最後は鎖1目を編んで引き抜き編みで留める。で、この時も次の段の糸で引き抜きます。2段目編んでいきます。立ち上がり鎖1目を編んで、前段の鎖3目の3目めに細編み。そしたら、ここです。この鎖に1段目で編まなかった鎖を割って、スポッと針を入れて糸を引き抜いて長編み。これでこの前段のこの鎖を編みくるんでます。こんな風にくるっと。次の目も編みます。鎖を割って針をこのですね、鎖を割って針を入れて糸を引き抜いて長編みで鎖2目を編みます。糸をかけてこの間の2目の鎖を割って針に糸をかけて編みくるんで長編みで鎖2目とこんな風に編んでいきます。で、反対側編むときはこちらの1本ずつ余ってる糸を拾います。2段目ここまで編めました。
そしたら鎖2目を編みます。そして今度この余ってる1本ですね、ここに長編みを編んでいく。こういう風になります。鎖2目。2段目もここまで編みました。最後鎖1目を編んで、一番最初に編んだ細編みの頭に針を入れて、次の段の糸で引き抜きます。次はピンク。次3段目、立ち上がり鎖3目編んで鎖2目。そしたら長編みを前々段の長編みの頭に編んでいきます。前々段の長編みの頭で鎖2目を編んだらまた長編み2目、鎖2目、長編み2目と編んでいきます。基本的にもう編み方はもうこれを繰り返していくだけです。2段目3段目を繰り返して交互に長編みと鎖編みを編んで、この長編みもだんだんにこうずれていくように見えることで、模様が完成していきます。それでは3段目、立ち上がり鎖3目編んだらさらに鎖編み2目。それではこの前々段の長編みの頭、ここですね、ここに針を入れて、前段の鎖編みは編みくるむ、こんな風に編んでいきます。長編みを前々段の長編みの頭に入れて、前段の鎖は編みくるむ、鎖2目編んだらまたその次の長編みですね、ここ拾って編んでいく。こうすると長編みがお互い違いに色を変えながら、出て、なんかちょっとツイードっぽい模様に見えながら、編まれていきます。で、これを5色あるので、5色順番に、編んでいきます。ピンクの次がミントの次が赤と。編み図にはカラー表が記載されているので、そちらも確認してください。バッグの本体の部分が編み終わりました。それでは今度はハンドルを編んでいきます。ハンドルは1、2で反対側にも2本、全部で4本編んでいきます。それでは編んでいきます。この編み終わったところから続けて編んでいきます。次の使う糸はラベンダーカラーの糸になります。で、ハンドルは全部で20目でまっすぐ平編みで表裏と編んでいきます。それでは立ち上がり鎖1目でハンドルの1段目ですね。編み図で言うと46段目にあたります。まずは細編みを編みます。そしてここまで編んできたのと同じように前々段の長編みに長編み、前々段の長編みに長編みで鎖2目を編む。で2目飛ばして長編みを2目、鎖2目。まずは46段目ですね。ハンドルの1段目編んでいきます。そしたら次はこの糸に変えます。で、この細編み編み終わる最後引き抜く時にこの次の段の糸に変えます。ここで立ち上がり1、2、3目で4、5目。3目目に印つけておきます。で、ここからはこの
このように裏返して編んでおきます。ちなみにさっき使っていたこのラベンダーの糸はカットせずに休ませています。そうしたら今編み図でいう立ち上がり鎖3目プラス2目まで編めました。そしたらまた次この鎖をまたいで前段の長編みの頭に針を入れて長編み。この本体はちょっと筒状に編んでいったのですが、ハンドルは平編みで平らに編んでいきます。ですが基本的に編み方は同じです。こんな風に編めてきました。そうしたら最後は鎖2目編んだら前段の細編みに長編みを編む。でまたここで次のカラーに糸を変える。糸を変えます。で次は細編みですね。前段の長編みの頭に針を入れて細編みで前々段に長編みと、こんな風に基本的にというか、編み方はすべて同じです。で糸は切らずに糸はつないだままで、糸を渡しながらこのようにして模様がつながるように編んでいきます。でこの縁ですね、縁はフリルを編んだり、最後ここ糸がこう渡っていくんですが、それはフリルで編みくるんだり、この縁を編むのでそこで編みくるんで糸は隠していこうと思ってます。それでは編み図の通りハンドルを4本編んでいきます。ハンドルが4本編み終わったらすべて糸始末をしています。こんな風に糸始末をきれいにしてから編んだ方が縁を編んだりハンドルのフリルを編むときにきれいに編めると思います。それではですね、ハンドルで4本編み終わったらご覧のようにここに縁編みをしていきます。そしてその後ハンドルの上を閉じます。この角まで来ました。そしたらこのハンドルの最後の目が編まれてる長編みに細編み、その隣も細編みで、その次がですね鎖編みなんですね。ここは鎖を編みくるむようにしてこのミントの長編みの頭を拾ってこんな風に鎖を編みくるみながら編みます。で次の長編みは長編みの頭、その次は同じように鎖を編みくるんでこんな風に編んでいきます。こんな風に細編みで縁がぐるっと編めました。それではですね、両方2枚とも縁を編んだらくるっと裏返します。そしてハンドル部分を中表、ここが表ですね、今ここ裏、中表にしてこのハンドルを剥ぎ合わせていきます。そしたらこのハンドルはほんとやりやすいようにやっていただいていいんですけど、この余った糸というか編み終わりの糸で私は閉じていこうと思います。一番端の目に糸を入れ針を通してこの内側1本ずつを拾ってくるくるっと
かがっていきます。こんな風に前段の細編みだったり長編みだったりの頭の鎖内側1本ずつかがって閉じていきます。ハンドルもつきました。それでは最後にフリルを編んでいきます。フリルはここから編み始めてぐるーっと編んできてここに行きます。こっちもぐるーっと編みます。それではですね、このハンドルの脇を拾いながらフリルを編んでいきます。この星がついてる部分に、編み入れていくのですが、ここ寸法を測っていただいて、1、2、3、4、5、6等分で、ハンドルは3等分、3等分して印をつけていくのがいいかと思います。印をつけたのがこちら、こんな風に6等分、3等分で印をつけました。ここに編んでいきます。それではここから拾っていきます。立ち上がり鎖1目で細編み、鎖4目、細編み、鎖4目、細編み、鎖4目。この細編みと鎖4目を繰り返します。で、この点線、1個目の細編み。で、ここ2個目印つけてないんですが、この星と星の真ん中ぐらいに細編みを編みます。で、次の細編みがここ。という風に、まずは細編みと鎖4目を編んでいきます。カラーは毛糸のカラー、こちらの色を使っていきます。で、ちょうどこのハンドルの分かれているこの V になっているところ、ここからここに糸をつけて編んでいきます。立ち上がり鎖1目、細編みで1、2、3、4目編みます。次がここにマーカーの位置ここになるので真ん中に細編みで鎖4目で、次はこのカーキのとこに細編み1、2、3、4目細編みと鎖4目と細編みを繰り返して編んでいきます。そしたらこのハンドルはこの次合わさったとこっていうんですかね、次のこの真ん中の部分にハンドルとハンドルを剥ぎ合わせた部分に細編みをする。ハンドルの縁が編めました。そしたらこの最初に編んだここ隣の目の部分に細編みをします。で、今度はバッグの本体を拾います。こんな風に拾っていきます。このような形でこの縁、ハンドルの縁と本体の縁が拾えました。それではですね、フリルの2段目を編んでいきます。今この細編みまで編んだ状態。そしたら立ち上がり鎖1目を編んで、ここの細編みに細編みを編みます。そしたら前段のこの鎖4目即ですくって細編みを4目編む。そして隣の鎖4目即ですくって細編みを2目編みます。で、鎖4目で一旦こちら戻ってここ引き抜き編みでここの細編みに留める。で、立ち上がり鎖1目編んだら細編みを編んで鎖3目を編んで細編み2目、鎖3目細編み2目、鎖3目細編み
と編んだら、ここの鎖、残ってる鎖をすくって細編み2目を編みます。これを繰り返します。細編み6目編んだら、鎖4目で戻って、細編みと鎖3目を交互に編んで、また細編みという風に編んでいきます。それでは編んでいきます。立ち上がり鎖1目を編んで、まず細編みに細編みで、この鎖4目を側ですくいながら細編みを4目編みます。そして隣の鎖4目も側ですくって細編み2目。そしたらここから1、2、3、4目鎖編みを編んで、1、2、3、4個。先ほど図案にあった1、2、引き抜き編みでこの鎖4目をつけます。そして立ち上がり鎖1目を編んだら、この鎖をすくいながら細編み1、2、3目鎖で細編みを2目。1、2、3目鎖、細編み2目。1、2、3目鎖、細編み1目と編みます。そしてまた今度こっちの鎖に戻ってくる。細編みを2目。これでフリルの縁編みの模様が一つ完成しました。こんな風にできます。これを続けていきます。1、細編みをまず6目ですね。4目編んだら左隣の鎖に移動して2目。そして1、2、3、4で細編み1、2、3、4目目戻ったところに引き抜き編みで立ち上がり鎖1目でここの鎖側ですくって細編み1、2、3目鎖細編み2目1、2、3目鎖細編み2目1、2、3目鎖細編みそして細編み2目こんな風にしてフリルを作っていきます。図案なんですが、今このフリルの表がこっち側に来るように、ここからこの本体につける鎖4目と細編みはこのハンドルの内側から編んできました。で、今度反対側、こちら側ですね。こちら側を編むときはここからスタートして、ここで終わります。図案にもここからスタートするように記載があるので間違えないように気をつけてください。フリルを編み終わりました。そしたらこの編み終わった糸に針を入れてここがちょっとピラピラするのでピッとつけていきます。こちら反対側の細編みのところにこんな感じで縫い付けてあげてください。で、糸はこの中にしまって糸始末をします。縁のフリルがついたら完成です。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。